もし日常的に虐殺が行われる収容所で暮らすことになってしまったら。1996年11月、北朝鮮平安南道ケチョン市とある広場の中心には銃を持つ兵士に囲まれ拘束された女性と青年の姿が。人だかりに混ざってその様子を間近で見ていた少年はシン・ドンヒョク。拘束されていたのは彼の母と兄でした。第14号管理所と名付けられた強制収容所に入れられていたドンヒョクの一家。兄と母はその収容所から脱走を図るも捕らえられ、たった今処刑されようとしていたんです。裏切り者を処刑せよ。一人の兵士がそう叫ぶや否や、首に縄をかけられた母親は足元の木箱を引き抜かれ宙づりに。兄は瞬く間に銃で撃ち抜かれてしまいました。実の兄と母を目の前で処刑されるという14歳の少年にとってあまりにひどすぎるその仕打ち。その光景を前にドンヒョクは力なくつぶやきました。母と兄は殺されて当然だよ。目の前で母と兄を処刑されてしまった14歳の少年。殺されて当然と言い放った少年が抱いていた思惑とは。少年の心を歪ませたのは強制収容所のおぞましい教育でした。オスオス、タイにいるときはターミナル21っていうショッピングモールでフードコートみたいなところでずっとご飯食べてたよ。ケンちゃんです。お土産はヤミコです。お土産はですね、ありますよ。びっくりした。ありますよね。ありますよわかりにくい発音するわな。はい。あるのね。タイで一番売れてるルームフレグランスね。そんなものがあるの？はい。異国の匂いがするわけ？はい。それをちょっと友達に買ってきたんで。はい。ヤミコさんにはうちのなんかあげるわ。なんで全然関係ないじゃない。なんでよ。ルームフレグランスちょうだいよ。分かった。後で話す。なんかちょっと焦ってるじゃない。本日は世界にはびこる闇シリーズということで、今日はですね、北朝鮮の強制収容所について取り上げます。強制収容所って言葉とか、北朝鮮って言葉も闇深いキーワードが2つも並んじゃってるじゃないの。それで拷問されたりとかさ、ご飯もろくに食べられなかったりするところなんじゃない？俺より噛むな、今日。まあね、そういうのもあるんですけど、それより恐ろしいのは、収容所内で行われているね、洗脳教育なんです。何それ？収容所に住む少年は家族の死を前に何を思うのか。人間をこれほど狂わせてしまう施設が存在することに皆さんも戦慄するはずなんです。氷よりも冷たい少年。1996年11月、北朝鮮平安南道ケチョン市とある広場にできていた大勢の人だかり。その中心には目隠しをした一人の少年の姿が。彼の名はシン・ドンヒョク。群衆の中でドンヒョクだけが目隠しをしていたことにはある理由がありました。ドンヒョク、目隠しを取れ。兵士に命令され目隠しを取ったドンヒョク。するとドンヒョクの目の前では彼の母と兄が拘束され、銃を持った兵士に取り囲まれていました。手を縛られた状態で木箱の上に立ち、涙を浮かべながらドンヒョクに視線を送る母。その傍らでは兄が縛り付けられた状態でぐったりとうなだれていました。裏切り者を処刑せよ。兵士が放った一言と同時に銃で撃ち抜かれてしまった兄。首に縄をかけられた母は足元の木箱を引き抜かれ宙づりの状態でもがき苦しみます。そう、今この広場で行われているのは公開処刑。第14号管理所という強制収容所に入れられていたドンヒョクの母と兄は施設からの脱走を企て白昼堂々殺されてしまったんです。北朝鮮において管理所とは主に政治犯を収容する強制収容所で、政府への反感を見せた者、隣国の韓国と接触を持った者などが家族もろとも収容されています。収容者は衣食住さえろくに整わない環境で強制労働を課され、規律を破った者は容赦なく拷問。その内容はビニール袋を頭にかぶせて水に沈める、手足を縛った状態で吊るされる、立つことも横になることもできない小さな独房に長時間閉じ込められるなど、想像するのもおぞましいものばかり。反抗的と判断されれば看守の裁量一つで処刑されるこの施設において、脱走を企てたドンヒョクの母と兄にその刑が下るのは至極当然のことでした。現代の話とは思えないような光景よね。こんなの生き地獄じゃないのよ。未だにね、こんなね、文化とか性質の収容所が地球上にあるんだって、そう思っちゃいますよね。ただ本当に恐ろしいのは、家族の死を前にしたドンヒョクの態度だったんです。何より残酷なのは、収容所の公開処刑が家族の目の前で行われること。ドンヒョクは無情にも撃ち殺されてしまった兄の姿、そして苦しみ徐々に動かなくなってしまった母のその姿を呆然と眺めていました。そして彼はぽつりとつぶやくんです。殺されて当然だよ。まるで蔑むような冷たい瞳で母と兄の亡骸を見つめていたドンヒョク。彼はなぜ家族の死を前にそれほど無感情でいられるのでしょうか。その理由を知るにはドンヒョクの出自をたどっていく必要があるんです。1982年11月19日、ドンヒョクは平安南道ケチョン市で生を受けます。そして何を隠そうドンヒョクは
収容所の中で生まれたんです。収容所の中で生まれたと聞くと、元々の夫婦が収容され、施設の中で新しい子が生まれたようにも思えますが、ドンヒョクは違いました。ドンヒョクは収容所の表彰結婚の制度で生まれた子供なんです。表彰結婚聞いたことないわ。何？収容所の中でってことは獄中結婚みたいなことなの？実はですね、この表彰結婚っていうのはかなり悪質な制度なんです。というわけで本日のメトラキーワード、表彰結婚について。表彰結婚とは北朝鮮の強制収容所に存在する制度で、模範囚の男女を表彰し結婚させるというもの。といっても結婚とは名ばかりで、実態は看守によって強制的に決められた男女が5日間同じ部屋で過ごし子供を作るというだけのこと。同居期間が終われば男女が一緒に暮らすことはできません。表彰結婚の目的は主に2つあり、1つはご褒美で異性と体を交えられることを掲げ、収容所の労働意欲を向上させること。そしてもう1つは新たな労働力の確保。そう、表彰結婚で生まれた子供は必要最低限の教育しか受けられず、幼少期から強制労働を課せられるんです。要するに表彰結婚とは収容所が労働力を得るための強制的な繁殖活動に過ぎないんです。表彰結婚によって収容所の父と母から生まれたドンヒョク、実の母と兄の死を前にしても眉一つ動かさないその少年は、物心ついた頃からの洗脳教育によって作り上げられていくんです。6歳を迎えた頃、ドンヒョクは収容所内の小学校へ入学。ここで習う勉強は足し算引き算のみ。あとは労働に必要な専門用語を少し教わるだけで、収容所の子供たちは国民の誰もが知っているキム総書記のことすら知りません。その他の時間は全て労働。ドンヒョクは6歳からすでに鉱山や工場などで重労働を課されていたといいます。いいか、お前らの親はひどい罪を犯した犯罪者だ。どんどん働いて償え。生まれて間もなく自身の親を罵る言葉を投げかけられて育った子供たちは、何の疑いもなく強制労働を受け入れます。植え付けられるのは罪を犯した両親への憎悪。殺されて当然だよ。母や兄の処刑に際しそう吐き捨てたドンヒョクの感情は、兵士によるこの洗脳の言葉で生まれたものでした。さらに中学生になる頃には高所での作業など仕事の内容も危険を伴うものに。そんな日々の中でのこと。どうしよう。鉱山での作業中、突然目の前で崩落してしまった壁。ドンヒョクは8人の仲間たちが生き埋めになるのを目の当たりにし、呆然と立ち尽くします。その時、おいドンヒョク、手が止まってるぞ。早く作業を続けろ。そう、見張りの兵士は生き埋めになった子供たちを気に留めることもなく作業の続行を促したんです。何これ、人間として扱ってもらえてないじゃないのよ。もう想像するだけで恐ろしいわよ。子供たちも楽しいとか嬉しいとか、もうそんな感情なく日々生活してるんじゃないって思うと、もっと胸が苦しくなるわよ。こんな施設存在していいわけないですよね。そしてドンヒョクに何より足りていなかったのは家族の愛だったんです。表彰結婚で生まれたドンヒョクは幼少期から父親とはほとんど会ったことがありません。そして一緒に暮らしていた母親との関係もおよそ家族と呼べるようなものではなかったんです。私の飯を返せ、この親不孝者が。ある日夕食の時間、普通の家族なら一家団らんの声が聞こえてきそうなその時間に響いていたのはドンヒョクの母のけたたましい怒号。母親は鬼の形相でドンヒョクに殴る蹴るの暴行を加えていました。それはドンヒョクが母親の分の食事を盗み食いしたため。日々重労働が課されるにもかかわらず、収容者に与えられる食事はごくわずかなトウモロコシのおかゆとキャベツのスープのみ。ギリギリ死なない程度の量しか食事が用意されておらず、食べ盛りのドンヒョクが到底満たされるはずもありませんでした。本来かけがえのない存在であるはずの母は生存競争のライバル。彼女の罪を償うために働かされているという兵士からの洗脳もあり、ドンヒョクにとっては母が邪魔者でしかなかったんです。そうやって食べ物を盗むために暴力を振るわれていたドンヒョク。母への恨みを募らせた彼は14歳を迎えた頃、一世一代の復讐を企てることに。こんな家族関係悲しすぎるわよ。お母さんもね、考えてみるとお腹が空いてってもう人間のさ三大欲求じゃない、それが満たされてなかったら、それはもう息子のことなんて思えないわよね。で、ドンヒョクは復讐って言って何をするつもりなわけ？それはですね、家族にとっては残酷な、そしてこの収容所で育った子供にとっては当たり前のある行動をしてしまうんです。家族か規律か。収容所の中で愛を知らずに生まれ育ち、家族ですら邪魔者としか思っていなかったドンヒョク。ある日の晩、彼はキッチンから漏れ聞こえてくる話し声で目を覚ました。ねえ、お母さんと一緒に逃げましょう。一緒に外の世界に行くの。母親とそんな話をしていたのはドンヒョクの兄。実はこの日、兄は割り当てられていた工事の仕事から逃げ出し、この家に隠れていた。看守に見つかれば拷問を免れないその状況に、母は収容所からの脱走を提案していたのだ。そしてドンヒョクが目を疑ったのは、兄が夢中でがっついていたその食事。温かな湯気を漂わせるそれは、紛
紛れもなくドンヒョクが普段絶対に食べることが叶わない白米だった。そう、母は脱走に向けての英気を養うため大事に隠しておいた白米を兄に与えていた。仕事を投げ出すことは重罪。なんでそんな重罪を犯した兄貴が米なんて食えるんだ。ドンヒョクは怒りに震えた。また同時に学校で習ったある言葉が彼の脳裏をよぎった。逃亡者の情報を通報しなかった者は直ちに射殺する。このままじゃ僕まで殺される。なんでだよ。そんなのごめんだ。ドンヒョクは焦った。収容所で逃亡者が出れば周囲の人間も処罰の対象となるのだ。ドンヒョクはすぐさま家を飛び出し夜間警備の兵士の元へと走った。母と兄が逃亡計画を立てています。早く捕まえてください。最初のシーンのさ、お母さんとお兄さん、処刑されたじゃない、あれはドンヒョクが脱走密告したからだったの？そうなんです。実の母と兄を処刑台に挙げたのは血のつながった家族ドンヒョクだったんです。ドンヒョクが兵士に脱走の旨を報告すると母と兄はすぐに連行されていきました。そして一人残ったドンヒョクを待っていたのは壮絶な拷問。裏切り者の家族め、恥を知れ。どうして僕はちゃんと報告したのに。朝から夕方まで逆さずりの状態で焼けた木炭を押し付けられトイレにも行けず独房の中には自分の排泄物が散らばっていました。そうやってひたすら痛みと屈辱に耐える数日を過ごしたドンヒョク。収容所の規律を守り家族の逃亡計画を通報しても彼が褒められることなど一切なかったんです。その後間もなく行われた母と兄の処刑。疲れ切ったドンヒョクの心に家族の死を悲しむ感情など存在するはずもありませんでした。殺されて当然だよ。しかしこの一件以来収容所の命令に従うことしか知らずにいた彼の心にはわずかな変化が起こりつつあったんです。僕はちゃんと報告したのに何をやっても苦しい思いをするこんな場所にずっといたくない。ちょっとこれめちゃくちゃ意外。思ってもみない心境の変化じゃない、ドンヒョクも脱走しようとするってこと、そうなんです。規律を守ったにもかかわらずひどい目に遭わされたドンヒョクなので彼はここから大脱走劇を試みるんです。外の世界。2004年22歳を迎えたドンヒョクは親密になったある収容者と談笑を交わしていました。外の世界では鳥や豚や牛の肉を食べる。テレビという機械でいろんな映像を見ることができるし携帯電話で遠くの人といつでも話すことができるんだぞ。楽しげに話すその男は平壌出身の収容者パク・ヨンチョル。40代の彼はかつて東ドイツやソ連へ渡った経験がありドンヒョクが知らない世界の話を何でも知っていました。すごい、外の世界は本当にこことは全然違うんだね。ドンヒョクはパクと話すまで地球が丸いことさえ知らなかったほどパクが語る全ての話がドンヒョクにはまるで未来の世界の話を聞いているような感覚でした。実のところ母と兄の処刑以来ドンヒョクは2度収容所からの脱走を試みていました。しかしそのいずれも失敗し彼はその度に手痛い拷問にさらされていたんです。そしてパクの話を聞いた今ドンヒョクの外の世界への憧れはもはや止められなくなっていました。パクさんがいればきっと大丈夫だ。そう意気込んだドンヒョクはパクを誘い3度目の脱走計画を企てるんです。まさかの脱走、なんだか成功しそうじゃない？パクさんって頼りになりそうな人だしさ、それがですね、この後ドンヒョクを待ち受けていたのは思わず目を背けたくなるような悲劇だったんです。ドンヒョクとパクの脱走計画が実行されたのは2005年1月2日大雪が降りしきる日の夕方。2人はこの日山で薪を集める作業を割り当てられていました。そしてドンヒョクとパクが薪を集めていたその場所は収容所と外の世界を隔てる有刺鉄線のすぐそば。パクさん今ならいける。作業をしながらも見張りの兵士の動向を目で追っていたドンヒョク。彼は兵士の姿が見えなくなるとすぐさま一緒に作業していたパクに声をかけました。ここからドンヒョクはパクの力を借り有刺鉄線に触れないようにどうにかその塀をよじ登ります。しかしパクさん大丈夫？そう、有刺鉄線には高圧電流が流れていました。足を滑らせたパクはその鉄線に触れてしまったんです。大きな音と火花、肉が焦げる匂い。ドンヒョクが振り返るとすでにパクは動かなくなっていました。パクさんごめん。こうして一人の友の犠牲のもとに収容所の脱走に成功したドンヒョク。彼はもはや引き返すわけにはいきませんでした。そこからドンヒョクは中国との国境を目指し北上。収容所暮らしの身でお金にろくに触れたことさえなかった彼は盗みでも何でも手段を選ばずに生き延びようとしました。そして数日後北部の国境に到達したドンヒョクはお腹を空かせていた国境警備隊にタバコと食料の賄賂を渡し晴れて脱北を果たすんです。パクさんが亡くなっちゃったのはもちろん悲しいんだけど、きっとね彼も見つかったらもう処刑されるっていう死をね覚悟しての行動だったわよね、きっと。脱走がね見つかったらもうそれこそ処刑されてたと思うんですよね。そしてですね外の世界に飛び出したドンヒョクはここからある欠落した感情を取り戻していくんです。
収容所を脱走した翌年の2006年8月、上海の韓国領事館を通じ韓国への入国を果たしたドンヒョク。彼は今自身が育ったその施設の実態を世界に訴えるべく様々な場で講演、ボランティア活動に従事しています。さらにプライベートでは結婚して一児の父に、労働力を生み出すためだけの表彰結婚で生まれた男性が本当の結婚にたどり着いた事実は文字通り奇跡と言っていいでしょう。殺されて当然だよ。母と兄の処刑の際、そう口にしていたドンヒョクも家族のぬくもりを知った今となっては、もしタイムマシンがあるなら戻って2人に謝りたいと語ります。自分が母と兄を処刑台に上げたこと、2人が殺されても何も感じなかったこと、彼は今講演の場においてせめてもの償いとして自分のその行いを包み隠さず公表しているんです。